はようございます。ほど配信、無責任 YouTuber、UFO チャンネルの UFO です。令和5年の11月2日、木曜日、先負けですかね。です。昨日から11月になりました。今は9時半になるところですね。ちょっと、市役所行って、手続きやなんかして戻ってきたところですが、今日は一日特に出かけるようはないので、配信をしていますが、特にこれといってお話しするようなことは、だいたいいつもそうですけど、力を入れて話したいっていうこともなくて、自分の気づきのために、後で配信を見て、ああ、そうかっていうのを思うことになると思うんですけど、11月の最後の日、31日ですね。あの日に、友達と、この、江梨美術展っていうのに行ってきまして、私の絵も、よく紹介してたジジババの絵を、出品してたので、見に行ってきたんですけど、やっぱり、賞に入賞するような人は、選ばれるような人は、もう全然違うなぁと、見えますかね。この一番上のやつが洋画の部分の、四天賞でしたけど、潜在観念変容っていう、すごい、細部にわたって、もう素晴らしく書き込んであって、こうやってみんな努力してるなーっていうのが分かりました。それに比べて私の絵はなんていうか、本当に一人遊びのようなことで。俳句が好きな人は、俳句も背景に書いてあるから、それと合わせてみれば、それなりに面白いとは思うんですけど、ああいうもう油絵とか、書き込んである。高校生の絵もみんな一生懸命書いてあって、そういう中にあると、なんかちょっとジャンルも違う、洋画ではないんですよね、僕の絵はね。洋画でもないなとか思いながら、洋画のコーナーにあるんですけど、え書道にしても、この書が一番、なんだっけ、放水大賞っていうのになってますけど、素晴らしかった。写真も、から工芸とか、版画もね。エナの俳句サークルで、幹事をやっていつもお世話になっている市川さんは、審査員っていうか、審査員じゃない、なんか役もやっておられるんですよね。で、無審査で、出品しておられましたですね。実行委員になってるんだ。実行委員に、もう本当に、エナコの同窓会も手早くやっておられたし、もう、俳句の会でも、忙しい、あちこち、全国
走り回っておられるような人ですけど、よくそういう人の世話までできるなって、もういつも思います。私の場合は本当に一人、自分のことで精一杯で、で、創作にしても、もうちょっとこう、人の干渉に耐えれるようなものを作らなきゃなとかは思ったんですけど、俳句もそうだし、絵もそうだし、やる気が多いので、小説も書いたりとか、エッセイ書いたりとか、同時並行でやってるので、あの、そういう風になっちゃったんですね、もう。だからもう、一個のことに集中できないんですよ。一意専心ってやつですかね。一筋心にはなかなか進行面でもこれっていうのに決まらなくて、それをあの日一緒に見てくれた同級生で、えーバイトも一緒にやってて、天理教の熱心な信者でもあってで、幼馴染のもっちゃんと一緒に行って、終わってから見て回ってから喫茶店でちょっとゆっくり話しましたけど、私はコロナの、感染したあたりがきついっていう話をして、もっちゃんは、座骨神経痛で結構深刻みたいで、手術もした方がいい。手術しないと良くならないっていうことらしいんで、どうしようかって迷ってる感じでしたけど。で、前の配信の時に、言った洋木一斉活動日の時に、えもっちゃんの、教会は、相町布教相町文教会って名古屋にでっかい、教会があるんですけど、あれは麹町大教会の部内なんですけど、もう相町も大教会になっていいぐらいの大きな教会なんですけど、相町文教会が文教会なので、エナの愛心園布教所なんですね。布教所なんだけど、本当に布教所の、神殿が大教会並みのすごいどでかいやつで、大きな教会で、そこの役員みたいなことをしている。で、信者も多いんですね。で、上の教会はあそこまで大きくないので、で、愛町の信者さんは多治見の方からも来られるということで、みんな一斉に来ると車もいっぱいで、それでマイクロバスを出してなんかピストンでやったっていうことで、上野会長さんが最後の挨拶で、鈴木先生にお世話になりましたって言って挨拶されたんで、先生、先生って言ったら、僕は先生じゃないって言って言ってましたけど、気持ちもよくわかるなと思って聞いてました。それともう一つ、昨日は、名古屋に、3ヶ月に一遍の、検診で、え名古屋医療センターに行ってきたんですけど、特に、いつも通りの先生と、話をして、で、帰り、早く昼前に終わったんで、ちょっと、寄り道して、寄り道温泉っていうのが時にあって、そこに入ったんですよ。サウナとか。31日が給料日だったんで、ちょっと懐があったかかったのもあって、で、
夕食作るのも面倒だからそこでご飯も食べてっていう。で、来たんですけど、風呂出て、ちょっと見たら、テレビが国会中継をやってまして、我が令和新選組の山本太郎さんが質問立ってましたですね。それやるっていうのは、LINE とか、X とか、ネットで地元の友達とかも聞いてたので、見てたんですけど、やっぱり太郎さんはさすがだなと思いましたね。あの、首相とか、のらりくらり、普通の話をそらされますけど、そういうことはさせないように、役所の発表している数字だけで、矛盾とか、日本がどん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 確行している現状とかを、認めさせる感じで、え増税メガネを減税メガネに変えなきゃいけないっていうことを、言って、首相も苦笑いしてたみたいですけど、あんた、見る気はなかったんですよ。話は、公開中継でやるっていうのは知ってたんですけど、全然公開中継に関心はなかったんですけど、そういうのを見るのも、ああ、面白いなと思って、タイミングだなと思って、昨日帰りがけ、ちょうど終わるまで見てましたですね。で、タイミングっていうことで言うと、えっと、私、朝でね、新聞配達、夜中ですけど、している時に、分譲地で、3軒並びの家があって、ちょっと階段が急なとこなんですけど、で、1個ずつ上がっていかなきゃいけないんですけど、2軒、3軒のうち2軒が、竹内さんっていうお宅がずっと前からあって、その次、4、5ヶ月ぐらい前から、松田さんっていうお宅を追加になったんですね。で、もう1軒隣があるんで、そこは、前はうちの新聞店でなんか配ってたって話を聞いたんで、梅田さんとか梅本さんとかいう名前だと松竹梅になるんだけど、なんて名前ですかって店長に聞いたら、忘れたって言ったんで、どんな名前の家だろうなってずっと思ってたんです。たら今日、朝、たまたまそこの別の新聞店の岐阜新聞かなんかを配ってる、朝日新聞かな、どっちかだと思いますけど、配達の人が一緒になったんですね。で、松田さんと、同じ階段を上がっていくんですよ、ちょっと広くて。で、そこで、おはようございます言って、僕ずっと前からここの家の名前が気になってるんだけどって言って、松竹梅だといいと思っているんだけどって言ったら、何だったかなって言って、しばらくして、そうだ、えっと、あれ、なんて言った松浦さんとか、松岡さんっていう家らしくてああ、ビンゴにもならなかったし、花札で3つ揃うのにもならなかったなとかそんな風に、ちょっと残念だな。もう、でもすごくいいとこまで、もう上がりに近くなってきてるなとは思いました。で、昨日ですね、あの、その、名古屋の病院って、診察の前に、身長とか体重とか全部測るんですけど、体重測ったら55.5キロだったんですよ。で、看護婦さんにそう言ったら、いいことありますよって言って笑ってましたけど。えで、今朝バイト終わって、家に帰ってきたら3時33分でそんなんで、まあ自分の中で、ね、なんか
ビンゴが近くなってるなっていうのは思ってるんですけど、どうなんでしょうか。そういうことを、言っちゃいけないっていう人もいるのかなと、思うんですけど、手の内を見せちゃいかんじゃないかっていうこともあるかもしれませんけど、私はもう全部手の内を晒して生きてるので、もうちょっとこう、もったいつけて、やった方がいいんでしょうけど。そんな話で、どうでもいい話でした。Have a nice day, goodbye. UFO チャンネル、ありがとうございました。失礼します。